ます。飾り寿司ね。外国では日本のお寿司が有名ですけど、そうですね。日本のお寿司は握り寿司とか巻き寿司があります。飾り寿司は巻き寿司をアレンジしたお寿司です。とっても可愛いんですよね。はい、じゃあ始めましょう。これをかけます。ご飯に。ご飯をこうやってほぐすようにしてくださいね。こうやって仰いで風を送りながらご飯を冷ましてあげてください。お酢の量とかは酸っぱいのが好きとか嫌いとか好みがあるので調整しましょう。今日は飾り寿司をするのにこの焼き海苔を使います。日本ではね、よくこの海苔が使われるんですけど、大きいのと大きいサイズとこのハーフの半分の大きさのものがあります。海苔は海藻でできています。もし海苔がない人はごまとか卵の薄焼きを使って飾り寿司を作ることもできます。海苔には表と裏があります。このちょっとツルツルした光が見える方が表、このザラザラしてる方が裏になります。裏の方にご飯をのせていきます。飾り寿司を作る時には海苔とご飯と材料を巻いていくので、こういう巻くものが必要になっていきます。これは巻きす、お寿司を巻く時に使う道具ですね。もしこれがない人はテーブルクロス、ランチョンマットとかクッキングシート、こういうのも使えます。
じゃあ作っていきたいと思います。海苔裏面ですね、ザラザラしてる方を上にしてご飯 150g のせていきます。これご飯ね、こうやってスプーンとかお水を少しつけて伸ばしやすいようにしていってください。後できゅうりとかを巻くときにぴったり合わせないといけないので、ちょっと海苔これぐらいの幅ですね、開けといて巻いていきながら調整をしたいと思います。なるべく薄くした方が模様が綺麗に出ると思います。あと端の方もきゅうりが細くなってたりするので、端の方にもしっかりご飯をのせてあげてください。じゃあきゅうりをのせて巻いていきます。この巻きすと一緒にぐぐぐとぐぐぐと、ここがね綺麗にぴったりなるように、海苔の上にまたお米が来ないように、ね、巻いてあげてください。わかりますか？この海苔の上にご飯がまた来て海苔じゃなくて、ぴったりここが綺麗になった方が柄が綺麗に後で出ます。でこの余ったやつは切ります、ね、ちょっとご飯があって海苔があって余裕があるここぐらいまでで切って合わせてあげましょう。はい、こんな感じでね。でまた巻きすでグググって、はい、こんな感じにできました。はい、じゃあ次はこれの後に巻くピンクのご飯の方をのせていきます。また海苔このザラザラの方にご飯をのせていきましょう。で多分巻くのに長さが足りなくなるので、さっき切ったやつをちょっとここに置いておきます。じゃあご飯 180g のせていきます。またさっきみたいに薄く伸ばしていってください。これもご飯が重ならないようにしたいので、様子を見ながらちょっとねのせていきたいと思います。ご飯をのせ終わったら一度こういうクッキングペーパーツルツルしたやつで押してあげるとご飯がきれいに平らになって馴染んで巻きやすいと思います。はい、じゃあきゅうりが入っているものを巻いていきたいと思います。ね、ここまたしっかりご飯と海苔が重なった方がいいので、ちょっとこうやって奥に入れてあげましょう。はい、ちょっとこの海苔使いませんでした。ググググググ、よし、はい、こんな感じです。はい、今こういう風に綺麗に1枚で巻けましたけど、もし足らない人は海苔を切ってつなげてまた巻いてあげたらいいと思います。お寿司を切っていく時にはなるべく刃が長い包丁を使ってください。ちなみにこれはパンとかケーキを切る時のナイフですね、波刃。こっちが普通の、お料理をする時に使う包丁なんですけども、なるべくこの刃が長い方がいいです。で切る時にはお水をつけた方が滑りがいいです。はい、包丁使う前に少しこうやって軽く
濡らしてあげましょう。寿司を切るときにはなるべく引いて、一気に引いて切っていきましょう。いっぺん入れて、なるべく中心を見ながらよいしょ。一回切った包丁はちゃんと洗ってもう一回水をかけてあげてください。それの方が刃がきれいで切りやすいです。でこういうふうにパカってなってるので、なるべく押さえながら中心がずれないようにちょっとこうやってつけた後にもう一回ガッガッガッって切っていきましょう。はい、とそうするとこうやってきれいにねちょっと切れます。はい、4本に切れました。なるべく切るときには押さえ気味に中心を意識しながら切ってください。で今切った時にね、なかなかこの糊が外れづらくてナイフをこうやってギシギシやってしまうと汚くなるので、切れない時にはこういうハサミをね使って切ってってあげても大丈夫です。1枚の糊と半分の糊を用意してください。で軽くちょっとお水をねつけてあげて、こういう風に合体させます。もうねちょっとでいいですよ。あんまりつけすぎるとべちょべちょになってしまうので、はい、これで OK です。ご飯をのせていきます。これのせるときは少しこっち側開けてくださいね。後でひっつけるので。できゅうりが下に角にくるように。でこのもう一個をここにのせて、この卵をわかりますかね。こんな風にのせます。でまたご飯をのせてじゃあ巻いていきます。よいしょ。今よいしょ。よいしょ。角をしっかり出したいのでグッグッグッと。わかりますか？きゅうりの角がピシッと出ると綺麗なので、よいしょ。巻きすよりね、意外にこれクッキングペーパーの方が綺麗に出やすいかも。ちょっと見てください。こんな感じで。でこの海苔余ったのはまたここ少し残してチョキ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 ってします。でここつけてあげてください。お水を少し使ってもいいですし、きゅうりからちょっと水分出てきたりとかしてこうやってもう簡単にひっつきます。どうでしょうか。こんな感じですね。この角がピシッとなってるのが分かりますか？はい、じゃあまた包丁は水に濡らして切っていきます。で半分にいきますよ。こんな感じ。すごくないですか？綺麗でまた切っていきます。で耳を落とします。
じゃあきゅうりヘタ、はい、こっちもね、はい、切ってこれを8等分にしていきます。で、分かりますかね、こっち太くてこっち細いんですよね。なのでちょっと見ながら真ん中を切っていくようにしてください。で、重ねる時にね、また調整をしていきましょう。これで4等分になりましたので、またこれを切っていきます。このね、尖っているところを中心に押さえながら、ね、真ん中切ってあげましょう。でこれね、巻く時に太い方だけ細い方だけにすると太さが変わってくるので、太いの細いの交互に入れてあげましょう。じゃあこれで、はい、8等分8本になりました。ね、これで巻いていきます。はい、じゃあ次にもう1種類の飾り寿司を作っていきたいと思います。今度はこの半分の海苔を用意してください。ご飯は今度色をつけたもの、ピンクね、これを 25g のせていくんですけど、今度は細い巻きを作りたいので、この小指ぐらいの太さを作りたいので、細くここに伸ばしてください。これね、海苔は全部使いません。また切っていくので、本当にこの端っこに細く伸ばしてあげて、はい、このね、端っこも入れてあげましょう。こんな感じで。じゃあね、これを巻いていきたいと思います。キュッキュッとしてあげて、さっきのと違ってここはもう海苔が重なっても大丈夫です。ね、これぐらい、後で閉まるのでこれぐらいで大丈夫です。そしたら海苔を切ってあげて、こんな感じですね。これを6本作っていきましょう。昔はお寿司って言ったら高級なイメージで、あまり家族で食べに行くとか、ね、できなかったんだよね。でも30年前、ティガプルタフンヤンラル、インドネシア語、今のはティガプルタフンヤンラルね、30年前ぐらいに私たちがまだ若かった頃に回転寿司って言って、お皿の上にお寿司が乗ってお店の中をね、ぐるぐるね回る回転寿司っていうのが流行り出してきて、普通の人も家族でお寿司屋さんに食べに行けるようになりましたね。ティガプルタフンヤンラルっていうのが30年前っていうインドネシア語なんですけど、さっき数がね、1234って出てきましたけど、インドネシア語ではサトゥっていうのが1、ドゥアが2、ティガが3って言って数を数えていきます。なんかインドネシアの人と写真を撮ると、なぜかサトゥ、ドゥア、ティガなんですよね。日本は3、2、1でパシャって写真撮るんですけど、
反対ですね。そう反対そうなんだね。インドネシアはなぜかサトゥドゥワティがあってパシャってくる。なので今日はあさこじゃあ数を覚えて、サツルはティガンパ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 パットが4ね。ね。ンパはちょっと待って。ンパは今ねサトゥとねでも1、2、3だけでもいいと思います。とりあえずインドネシアの人と写真撮るときにね。ワン、ツー、スリーとちょっと近いでしょ。ルアはポルトガル語とかドイツと近いから、なんか D で始まるイメージと T で始まる、3が T で始まるイメージはあるけど、その4番のマットがうんだもんね。じゃあ今日は3までね、3まで写真撮るときとかには必ず使うので、ね、1、2、3で、はい、そうですね。よく外国の人が漢字を勉強するときに、1は1で簡単、2も2で簡単、3は3で簡単、4でどうしてってなる一緒かもね。はい、そうですね。コメディアンにね、そういうコメディやってる人がいるけどね、そんな感じですね。そうなんですよね。日本はひらがな、カタカナ、ローマ字もあって漢字もあるからすごく難しいって言われるけど、漢字がね難しいって本当に言われてて、1、2、3、本当そうですね。1、2、3で書いた後に4になるとねどうしても難しい。よくね日本語学習者に相談を受けます。どうやったら日本語が早く簡単に覚えられますかって私が聞きたい。そんなことはありません。ね、簡単に早く覚えられることはありませんね。あさこ先生どうですか？ないですね。ないです。今話せるようになっている方は努力をねされてます。子供のね頃からちっちゃい赤ちゃんの頃から日本語も聞く環境にある人はもしかしたら簡単にというか努力なく覚えたかもしれませんけど、そう大人になって勉強する人は皆さん頑張って、頑張って努力した結果喋れるようになってると思うのでね、頑張りましょう。はい、じゃあお花の飾り寿司を作っていきたいと思いますけど、このソーセージがですね、この海苔よりちょっとちっちゃいんですよね。なのでこれをつなぎ合わせていくんですけど、その時に、このソーセージちょっと端っこね、きれいに整えてあげます。ね、整えたこことここをつなぎ合わせてね、出るようにしますけど、はい、じゃあ作っていきますね。さっきの巻いたご飯をのせて、これの真ん中にこのソーセージがきます。ちょっともうね、ここ長いのは切っていきましょう。で、これ入れていかなきゃいけないんですけど、これ分かりますかね。太いのとこっち細いでしょ。でこっちもこっちが太くてこっちが細いので、こういう時は交互にちょっと入れてあげてください。そうすると全体の巻きが同じ太さになるので、わかるかな、このあれで。こっちがキュッキュッ、よいしょ。でもう一個足りる？本当にこれで、よし。はい、じゃあ巻いていきたいと思います。ギュ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 。
横から見たらこんな感じですね。はい、じゃあ端っこはこう少し軽く水をつけてあげて、であんまり海苔が多すぎてもあれなので少し切っていきましょう。あまりね海苔が多くても困るので切っていきましょう。また包丁をお水で濡らして一気に切っていきたいと思います。半分のところで、はい、パカッ。あー、かわいい。どうでしょうかね。飾り寿司の完成です。どうでしょう。はい。ね、こんな風に綺麗にできました。スラマンマカン。いただきます。本当すごい綺麗にね。出ましたね。模様が出ましたね。手見せようかな。あ、そうかそうか。ね、この綺麗に角が出てるのがいいね。いただきます。うん。でこの色ですよね。色は日本の人は日本にあるものを使ってください。で、ない人もいるので、ない人はターメリックとかパプリカとか色をつけられるものを探して作ってみてください。お寿司の酢にこだわらなくて、味がケチャップ味とかでもよければね、トマトケチャップとかでもいいし、あとこの巻き寿司する時の道具も巻き酢じゃなくても、さっき言ったキッチン、ペーパー、クッキングシートとかランチョンマットとかでも何でもいいので、まずは挑戦してみてください。海苔もない人は生春巻きを作るライスペーパーとか薄焼き卵、卵を薄く焼いて巻くとか、卵白に、色をつけてね黒くしてっていう人もいますし、いろいろねやり方はあるので、この日本の飾り寿司の材料にこだわることなくいろいろやってみてください。じゃあね、はい、じゃあまたね次回会いましょう。参拝順パラギー。